こんにちは。今回の解説へようこそ。今日はですね、私たちが毎日本当に何気なく通り過ぎている街路樹。この驚くほど深くて、そして複雑な世界に皆さんをご案内したいと思います。道端の風景の一部、そう思われがちな木々が、実は都市の生命線を支えるいわば生きたインフラであること、その知られざる物語を一緒に解き明かしていきましょう。もしもですよ、普段は意識することすらいないこの一本の木が都市の運命そのものを左右するものすごく高度なテクノロジーを備えたインフラの一部だとしたらどうでしょう。今回は街路樹を単なる植物としてではなく生きた都市装置という全く新しい視点から徹底的に解剖していきます。さあ、その奥深い世界に一緒に飛び込んでみましょう。今回はこんな流れで進めていきます。街路樹の一生を追いかける物語のように、まずは近代化の象徴としての誕生から、次に都市を守るその驚くべき機能、そして地上での過酷な現実である剪定、地下で繰り広げられる見えない戦い、最後に都市といかにして共存していくべきか、その未来を探っていきます。それでは最初のセクション、誕生の物語からですね。日本で最初の街路樹がいかにして新しい時代の幕開けを告げたのか、その瞬間を見ていきたいと思います。日本における近代的な街路樹の歴史、その始まりは1867年、開港して間もない横浜の馬車道でした。このスライドにある通り、地元の商人たちが自分たちのお金で柳と松を植えたのがその起源なんですね。でも、この出来事が本当に画期的だったのは、その5年後、1872年のことなんです。同じ通りに日本で初めてのガス灯が灯された。夜の闇の中にガス灯の光がぼんやりと灯って、そこに植えられた木々のシルエットが浮き上がる。これによって夜に街を散策して楽しむっていう、それまでの日本には全くなかった全く新しい西洋的な都市のライフスタイルがここで誕生したわけです。これ単なる景観整備じゃないんですね。文明開化の時代に日本が西洋の都市文化を取り入れて近代国家へと生まれ変わっていく、まさにその象徴的な光景だったわけです。さて、次は街路樹が持っている機能に迫っていきましょう。ここでは単に美しいっていう側面だけじゃなくて、私たちの都市環境を守るための目には見えない科学的なメカニズムに焦点を当てていきます。さて、このスライドが示しているのは、街路樹が都市の火災をどうやって食い止めるかという驚くべき物理的なプロセスです。まずステップ1は熱の吸収。火災の凄まじい熱にさらされると、木の葉は内部の水分を一気に蒸発させるんですね。水が水蒸気に変わるときに、周りから大量の熱を奪う気化熱っていう現象、これをうまく利用して火のエネルギーそのものを吸収してしまうんです。次にステップ2、放射熱の遮断。放出された水蒸気は私たちの目には見えない水のカーテンを作ります。これが建物を燃やす一番の原因である赤外線、つまり放射熱を物理的にブロックしてくれるわけです。そして最後のステップ3、空気の流れを断ち切る。燃える木の枝葉、つまり樹幹はですね、火災による強力な上昇気流をかき乱してその勢いを削ぎます。同時に風に乗って飛んでくる火の粉を物理的にキャッチして飛び火による炎症を防ぐ役割も果たします。これってもう自然が進化の過程で生み出したものすごく高度な防災システムって言えますよね。もちろん、街路樹の機能っていうのは防災だけじゃないんです。例えば、等間隔に並んだ木々はドライバーに道路の先の形をはっきりと知らせて安全な運転を助ける視線誘導効果っていうのがあります。それから両側から木々が迫ってくることで生まれる、適度な圧迫感ですね。これがドライバーに実際よりもスピードが出てるように感じさせて、無意識のうちにアクセルを緩めさせるトラフィックカーミングとしても機能します。そして何より大事なのが、手入れの行き届いた美しい並木戸がその地域の品格とか資産価値を高めて、住民が自分たちの町に誇りや愛着を持つ、いわゆるシビックプライドを育むっていう文化的で社会的な役割です。さあ、ここからは地上に目を向けてみましょう。成長した木々を管理する上では避けて通れない問題。でもしばしば樹木に深刻なダメージを与えてしまう剪定という名の一種の外科手術について掘り下げていきます。おそらく皆さんも街中でこういう痛々しい姿の木を一度は見かけたことがあるんじゃないでしょうか。これは強剪定と呼ばれる手法です。
本来木の骨格になるはずの太い枝をまるで電柱みたいに途中でバッサリと断ち切ってしまう非常に過酷な剪定方法なんですね。その背景には短期的な管理コストを何とか削減したいっていう行政側の都合とか、あるいは落ち葉に対する苦情なんかがあるわけですが、樹木の生態を完全に無視したこの行為は長い目で見ると多くの問題を引き起こすことになります。このスライドは2つの剪定の哲学の違いを実に見事に示していますよね。左の強剪定が短期的なコスト削減っていう経済合理性を最優先するのに対して、右の自然樹形管理は樹木を一個の生命体として尊重して、その長期的な健康と機能の維持を目的としています。やり方も全然違います。骨格となる枝を切り詰めるのか、それとも混み合った不要な枝を丁寧に間引くように取り除くのか。思想が全く異なるんですね。その結果はもう一目瞭然です。樹木が本来持っている機能を全て失って弱ってしまうのか、それとも健康的で美しい樹幹を保ち続けるのか、まさに決定的な違いを生むわけです。ここで極めて重要なポイントが、強剪定がもたらす隠れたコストです。まず、木陰を作ったり、空気をきれいにしたりといった公益的な機能が完全に失われます。次に、太い枝の大きな切り口。これ、木にとっては直すのがすごく難しい大怪我なんです。この傷口から腹葉菌、つまり木を腐らせる菌が侵入して、管の内部を食すんで空洞化させてしまう。そして数十年後には倒木のリスクを著しく高めるんですね。さらに木は生命の危機を感じて失った葉を愛想で取り戻そうと、徒長枝と呼ばれる付け根がものすごく脆くて構造的に弱い枝を無数に生やしてきます。この弱くて危険な枝が伸びるたびに結局はもっと頻繁に剪定が必要になって安全管理のコストはむしろ増えていくというまさに本末転倒の事態を招いてしまうんです。さて、ここからは視点をガラッと変えて一気に地下へと移ります。私たちの目には決して見えない場所で日々繰り広げられている木の根っこと都市インフラとの間の静かだけれども極めて深刻な戦いについてです。歩道のタイルが盛り上がったり、アスファルトにひびが入ったり、これなぜだかわかりますか？その根本的な原因は、木の根が窒息していることにあるんです。都市の土壌っていうのは、建設機械によってもカチカチに締め固められていて、酸素が極端に不足しています。根っこも呼吸をしないと生きていけませんから、わずかでも酸素が存在する舗装のすぐ下を目指して、地表近くを這うように伸びるしかないんですね。そして年月をかけて根がどんどん太くなるにつれて舗装を内側からぐいっと持ち上げてしまう。これって過酷な環境で何とか生き延びるようとする木の必死の生存本能の表れなんです。ではこの根と舗装の戦い、どうすれば解決できるんでしょうか。このスライドはそのための現在の土木工学的なアプローチを示しています。例えば RCF 防痕シートのように物理的なバリアで根の侵入を食い止めるっていう直接的な方法があります。一方でもっと根本的な解決策は根が自分から深くまで伸びたくなるような環境を人工的に作ってあげることなんですね。例えば DO パイプのような通気管を地中に埋めて土の深いところに酸素を供給することで根を深くへと誘導する。あるいは黒曜石パーライトのような穴がたくさん開いた土壌改良剤を混ぜ込んで土壌全体の通気性や排水性を改善する。こうした技術をうまく組み合わせて樹木のための地下の生育装置を設計してあげることが共存の鍵になってくるわけです。最後に、都市の森、つまり私たちの街路樹が持続可能な形で都市と共存していくための未来の姿を一緒に考えていきましょう。これからの街路樹政策には根本的な考え方の転換、パラダイムシフトが求められます。何本植えたかという単純な量の追求から一本一本の木が健康でその機能を最大限に発揮できているかという質の重視への転換です。具体的には科学的な根拠に乏しい強剪定を原則として禁止して樹木医のような専門家の知見に基づいた管理基準を導入すること。そして何より木を植える最初の段階で適切な通気や排水、防根機能を備えた地下の生育装置にしっかりと投資すること。
さらに、街路樹単なる道路の不足物ではなくて、地域の歴史や文化を物語る生きた資産として位置づけて、市民がその価値を共有して、保全に参加するような仕組みを作ることが不可欠になってきます。街路樹は都市が100年の刑をもって育てるべき生きた公共資産である。これは今回のテーマの核心をつくすごく重い言葉ですよね。数年単位の行政サイクルとか短期的なコストだけで判断するのではなくて、世代を超えて価値を増していく、いわば資本として街路樹を捉えて、長期的な視点で投資し育てていくという覚悟が、今の私たちには問われているんだと思います。さて、この解説を踏まえて、あなたが次にいつもの道を歩くとき、そこには一体何が見えるでしょうか。おそらくもう単なる木々ではないはずです。都市の誕生を記憶し、私たちの日々の安全を守り、そして私たちの子供や孫の世代へと豊かな環境を受け継いでいくための生きたインフラ、その力強く、そしてどこか堅気な姿が見えてくるのではないでしょうか。